レフトジョインとライトジョイン、そしてインナージョインについて見ていきます。まずレフトジョインとライトジョインですが、テーブル A と B でレフトまたはライトジョインしたときに、A または B からすべて、B または A からすべてから条件に次ぐデータを取得する結合方法になります。Books と Booksales がこのようなデータがあったときに、Select Asta from Books, Left Join, Booksales を記載することができて、その後にジョイン条件を指定します。on の後に book、books に b というエリアスをつけて b.id と booksales に bs というエリアスをつけて bs.bookid という形でテーブルをジョインすることができます。books の後に left をつけた場合は books がメインのテーブル軸となって booksales をジョインする形となります。では、実際に SQL を使って挙動を見ていきましょう。では、select asta from で books に alias b をつけて left join を記載します。その後に、left outer 省略することができます。で、booksales と記載して、on で join 条件を指定します。id イコール booksales の bookid で join します。こちらを実行いたしますと、このような結果が返ってきました。まず、where は何も指定せず、from books で、テーブルを取得しているために、booksales の全レコードがまず取得されています。プラス、booksales の情報がジョインとして、ジョインされ、結果として返ってきています。ここで注目したいのが、id イコール1と2のものについてです。ブックテーブルの id イコール1はもともと1レコードだったのが、今2レコードとなっております。これは、ブックセールス側のブック ID が2件あるため、1レ、ブック I、ブックの1レコードに対して、ブックセールスが2レコード、紐づく形となっています。同様に、ID イコール2についても、1レコードに対して、ブックセールスが2レコード紐づいています。ID イコール3以降のデータについては、ブックセールスに情報がないため、ブックセールスのカラムについては null となって返ってきていることがわかります。こちらをコピーして、レフトをライトと記載して実行した場合どうなるか見てみましょう。そうすると4レコード返ってきました。これは Books セールスを軸として Books を、ジョインした結果がこちらとして返ってきています。そのため Books セールスには4レコードあり、その4レコードに対して Books の、情報が、結合されています。BookID には ID イコール1と ID イコール2のものが2レコードずつあり、えーそれぞれ Book の ID イコール1が結合され、BookID イコール2のものが Book の ID イコール2とジョインされて、このような形で返ってきています。一度スライドに戻りまして、次にインナージョインについて見ていきます。
インナージョインはテーブル A と B でジョインしたときに、条件に一致するデータを取得する結合方法になります。先ほどと同様に Books と Booksales でインナージョインしようとしたときには、このように記載することができます。今までレフトと記載して、レフトまたはライトと記載していたところ、インナーと記載して、その後にテーブルの結合条件を指定します。インナージョインで指定した場合は、Books テーブルと Booksales セールスからジョイン条件で合致するデータのみを取得する形になります。それでは、再度ワークベンチを開いて、インナージョインを実行してみます。ライトと記載していたところをインナーに変えて実行します。そうしますと、4レコード返ってきてまして、これは、ブックとブックセールスに共通する条件が ID イコール1と2のものとなっていることがわかります。